突然ですが皆さん、日本語には体の一部が入った表現がたくさんあるの知っていましたか？こんにちは、リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日はですね、日本語には結構ね、体の一部が入った表現がたくさんあるんだけど、それをね、ちょっと紹介していきたいと思います。例えば目が点になるとか耳が痛いみたいな体のパーツを使った表現っていうのが日本語にはたくさんあります。それは感情とか状況をリアルにね、相手に伝えることができます。ちなみにみんなも目が点になるってどういう意味か知ってるかな？そう、目が点になるってどういう状況って思うよね。はい、これはびっくりした時に目が点ってなんかね、目が点になるって言うんだよね。そう、びっくりした時に日本人はよく使います。あとは耳が痛い。これね、普通に耳が痛いっていうわけじゃなくって、なんか例えば嫌なことを言われた時とか、あとは例えば言われて欲しくないことを言われた時にうわー耳が痛いっていう表現をします。はい、物理的に痛いわけじゃなくて、なんか言われたくないことを言われたから耳が痛いっていう感じで使います。こんな感じで耳が痛いみたいな感じで、耳が痛いのは物理的な痛さじゃなくて気持ち的な感情的な表現をしたい時によく使うんだけど、そういったねちょっと意味が変わる日本語を今日は紹介していきたいと思います。その中でも今日は手がつく日本語の表現を10個紹介していきたいと思います。ぜひね、知ってるものがあるかどうかぜひチェックしながら聞いてみてください。それではエピソード10スタート。はい、まず一つ目、手を貸すです。これ意味知ってるかな？手を貸す、その通りなんだけど、助けるとかサポートするという意味でよく使います。例えば友達が重い荷物を持って大変そうだから手を貸してあげたとかですね。手を貸してあげたっていうのは荷物を持ってあげたみたいな時の表現ですね。あとは手を貸しますか、手貸しましょうかって、手伝いましょうかみたいな時に手貸しましょうかって使うこともあります。はい、そんな感じで使います。あとは今日のテーマからちょっとずれちゃうんだけど、よく日本語の表現としてすっごい忙しい時とかすっごい大変な時に猫の手も借りたいっていう言葉があります。はい、聞いたことあるかな？もう猫の手すらも借りたいぐらいめっちゃ忙しい状況みたいな時に、もう今猫の手も借りたいぐらい大変なのって使います。ね、猫の手を借りてもね、きっと猫ちゃんは何もできないんだけど猫ちゃんが仮に何かができないとしても、それでも猫の手が借りたい、それぐらい忙しいっていう時に猫の手も借りたいという表現を使います。はいですね。じゃあそんな感じです。次に2つ目紹介していきます。2つ目は手が開くです。これ手が開く、どういう意味かわかるかな？開くっていうのは空という漢字を書きますね。そう、これ訓読みすると開くというふうに読みます。はい、開くっていうのは基本的に時間ができるみたいな感じなんですね。あとは暇になるみたいな感じです。なので手が開くっていうのは今は忙しくないよ、手が開いたよという時に使いますね。なので例えば例文で言うと、3時以降なら今日は手が空いてます。これは3時以降なら予定がないですっていう意味なんですね。はい。よくね、これも日本人使ってます。何時になったら手空くからちょっと待っててとか、例えば今手空いてますか？ちょっと助けてほしい時とかに、例えば今って手空いてますか？みたいな感じですね。あとはね、もっとフォーマルな言い方もあります。聞いたことあるかな？ちょっとね、聞いたことないかもしれないんだけど、お手すきですか？っていう表現もあります。これも同じく手空いてますかっていう意味、同じ意味で使っています。はい。結構ね、お手すきですかは年上の方だったりとかビジネスの時によく使う表現です。今手が空いてますか？今暇ですか？っていう表現ですね。はい。ぜひね、これも日本人めっちゃ使ってるので、暇ですか？とか、時間いつになったらできますか？って聞きたい時に、いつになったら手空きますか？とか、そういった表現覚えてみてください。はい。では次に3つ目ですね。3つ目は手を出すです。これ手を出すですね。これ意味わかるかな？これちょっとね、なんか
2つね、意味があります。ネガティブな意味とポジティブな意味、2つあります。ちょっとね、ネガティブな意味から紹介すると、暴力を振るっている時によく使ったりします。なんか例えば、喧嘩で手出しちゃダメだよとか、先に手出した方が負けだよってよくね、使います。手を出すっていうのは、例えば相手のことを殴っちゃったりとか、叩いちゃったりとか、する時って手が出てますよね。そこの状況をね、手を出す。そのまんまの意味です。はい。手を出すっていう風に使います。はい。あと2つ目はポジティブな意味ですね。ポジティブな意味は新しいことを始めるときに手を出すという表現を使います。例えば、いろんな趣味に手を出してみてるみたいな感じですね。そう、私最近料理にハマってたりとか、あとね、編み物してみたいなってちょっと思ってるんだけど、まだね、実行はできてないんだけど、これからちょっと編み物に手を出そうと思っています。みたいな感じで使います。はい。手を出すっていうのは、ネガティブな意味、暴力を振るうっていう意味と、ポジティブな意味、新しいことにチャレンジするみたいな時に使います。ぜひね、状況に応じてみんなも使ってみてください。使いやすいのはきっと2つ目のポジティブな意味ですね。新しいことに挑戦するときに、例えば手を出してみるっていうのを使ってみてください。はい、次。4つ目です。4つ目はね、聞いたことあるかな。手に入る、手に入れるです。これは知ってるかな？これは手に入れる、そのまんまなんだけど、欲しいものを得ること、欲しいものをゲットした時に手に入れるって使います。そうそうそう。例えば、ずっと欲しかったカメラを手に入れたとかですね。そうそうそう。とか、ずっと欲しかったタンブラーやっと手に入ったのみたいな感じで使います。はい。手に入れるはね、なんとなくイメージしやすいと思います。ゲットするみたいな意味ですね。はい。ぜひね、みんなもなんかずっと欲しかったものが買えた時とか、ゲットした時に手に入れたって表現使ってみてください。じゃあ次いきます。5つ目は手がかかるです。これは聞いたことある？どうかな？手がかかる。これはね、お世話するのが大変みたいな意味です。例えば、お世話が必要だったり、大変みたいな時に手がかかるって言います。例えば、私の飼っているワンちゃん、手がかかるんだけど、すっごい可愛いのみたいな感じで使います。すごいやんちゃで、いたずらばっかりするんだけど、すごく可愛いみたいな意味で使います。そう。この子は手がかかるけど、可愛いみたいな意味で使いますね。はい。あとは手をかけるっていう表現もあります。例えば、最近私料理にハマっていて、料理にはね、結構手をかけてます。みたいな感じで、こだわってますみたいな意味でも使ったりしますね。はい。ぜひ手がかかる使ってみてね。次、6個目。手を抜くという表現です。聞いたことあるかな？手を抜く。これはね、若干、ネガティブな意味で使うことが多いかな。はい。抜くっていうさ、表現も知ってるかな？例えば、ストローを抜く。ストローを抜く。これ抜くですね。なんだけど、この手を抜くっていうのは、ちゃんとやらずにサボるみたいな意味があります。手抜きっていうね、言葉もあるんだけど、今日はちょっともう疲れてるから、手抜き料理でいいかな？これ簡単な料理でいいかなみたいな時に手抜きとか手を抜いていいかなって使います。あとはテスト勉強、手抜いたらやばいかもみたいな時にも使いますね。そうなので手を抜くっていうのはちゃんとやらずにサボることです。みんなはね、日本語の勉強手抜かないように頑張っていきましょうね。はい、こんな感じで使いましょう。はい、次は7個目ですね。7個目は手が離せないです。手が離せない、聞いたことあるかな？結構日本人使ってると思います。これ意味としては、今めっちゃ忙しいみたいな感じですね。今すっごい忙しくって他のことできないっていう状況の時に手が離せないって使います。例えば私が今コーヒーを作っていて、今コーヒー作ってるから他のことできないみたいな感じですね。手が離せないって使います。はい。あとは今例えば仕事忙しくって今ちょっと手が離せなくて後で電話するねみたいな感じですね。はいです。ちょうど忙しい時とかに今手が離せなくてっていうのを使ってみてください。
次、8個目ですね。8個目は手をつけるです。つけるっていうのは例えば電気をつけるとかもそうですよね。つける。あとは手をつける。ピタッと手をねくっつけることも手をつけるって言いますね。つけるっていうのはそういう意味で使ってると思うんだけど、この手をつけるのつけるは食事とか、あとは作業を始めるときに手をつけるって言います。例えばね、レポートをまだ手つけてないんだよね。これまだやっていないんだよね。作業を開始していないっていう時に、まだ手をつけてないんですとかって言ったりします。手をつける、手をつけられない、手をつけていないっていう表現よくね、日本人使ってますね。はい、そんな感じです。例えば今週は結構日本語のレッスンがたくさん入っていたから、このポッドキャストの編集、手をつけられてないんだよね、みたいな感じです。まだ作業に入れてない、作業開始できてないみたいな時に使います。はい。じゃあ次、9つ目。手も足も出ない。はい。ここでちょっと足も出てきちゃったんだけど。はい。これね、手も足も出ないっていう表現はみんな知ってるかな？これは、もうその名の通り、手も足も出ないんです。どういうことって感じだよね。はい、これはね、難しすぎてとか、大変すぎて何もできないって感じ。もう手も足も出せないぐらい何もできないって感じなの。例えば、今日のテスト問題難しすぎて、手も足も出なかったみたいな感じで使います。はい。難しすぎるみたいな時に手も足も出ないっていうのを使います。なのでぜひ難しいっていう言葉以外にもこういった表現があるので、ぜひ使ってみてください。次は10個目ですね。10個目は手に負えないです。負えないっていう字はね、負けるっていう字を書くんだけど、これどういう意味かというと、自分ではもう対応できません。みたいな感じです。あとは、コントロール私にはできませんみたいな時に使います。例えば、このトラブルもう手に負えないよみたいな感じですね。もう何をしても無理だみたいな時に、もう手に負えない。私にはもう何もできないみたいな時に、手に負えないって使います。はい、こんな感じ。なので、例えば今日自分のタスクがめちゃくちゃ多くって、もう自分だけじゃ対応できないっていう時に、もう手に負えないです。ギブアップみたいな感じで使います。はい。ちょっとね、英語の意味だと多分ギブアップがちょっと近い言葉かなと思います。ぜひ手に負えない、大変すぎるっていう時にね、使ってみてください。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？今日は手がつく日本語の表現を10個紹介してみました。こういうね、表現、体を使った表現っていうのはネイティブとの会話では本当によく使われるので、覚えておくと日本語がね、ぐっと自然に聞こえるようになってくると思います。ぜひね、今日紹介した10個の手がつく表現、それ以外にもね、実は体の一部を使った表現ってもっともっとたくさんあります。例えば頭とか、動画の最初に言った目が点になるとか、耳が痛いとか、もっともっとね、いろんな表現があるので、またポッドキャストで解説していきたいなと思います。ぜひね、こういった日本語使えるようになると、あ、そんな日本語よく知ってるねってなると思います。はい、こちらもね、あんまり教科書には出てこないような表現になるかなと思うので、ぜひマスターしてみてください。はい、ということで、今日のエピソードも聞いてくれてありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。